大日如来は五大の集合体。風は生命を動かす霊的エネルギー。火と水だけだと対立するけど、風が循環させる。火と水が出会って生まれるのが動き。火だけだと燃えるが広がらない。水だけだと流れるが方向がない。火プラス水、蒸気、霧、雲、動く力、これが風。火プラス水、風、空。火と水が交わると雲が生まれる。雷が起こる。雨が降る。風が動く。この大気循環のエネルギーの象徴が龍。風大は五大の中で唯一動き、振動、循環を担当する要素。人体でいうと呼吸、血流、神経の伝達、気の巡り、これは全部風大。つまり龍神は宇宙規模の気の流れの意識体と考えられる。クンダリーニ、龍が昇る、気が通ると表現した。龍の動きが極まるとどうなるのか。完全に調和すると風が止まり空になる。龍は仏に至る前段階の動く悟り。だから龍神信仰は宇宙の呼吸、エネルギーの信仰。虚空蔵菩薩は記憶、知恵、可能性、想像力を司る。これは空には全情報が記録されているという宇宙観と一致する。密教では大日如来の知恵の側面の展開とも考えられる。この一時近隣仏頂村の知見院は、左手の人差し指を右手で隠している院は、天の星の封印であり、第一母神女神ルトイコールセオリツ姫の封印を意味している。一時近隣仏頂村は封じられていた力が解き放たれる。まさにその瞬間を象徴する尊覚として捉えられる。天変地異が起こる直前、大日如来が発する真言の一音、ボロンが響いたとき、一時近隣仏頂が権限しようとする姿。この尊は、一切の悪しきものや汚れを払い、世界を正常へと戻す力を持つ存在として信仰される。混乱や破壊の気配が高まるときにこそ現れ、闇を断ち、秩序と清らかさを回復させる働きを示す姿なのである。それはまさに隠されていた左の人差し指が現れ、天を指し示す瞬間を意味する星信仰の復活である。それはイエス・キリストが生まれたことを知らせたベツレヘムの八芒星の星であり、近隣の完成を意味する。それは金星、明けの明星である。じゃあヤコブが横たわって寝てますけど、じゃああそこで階段から降りてくれる人たちみんなこうですよね。いよいよ世界を挙げて始まってますよ。本当に能動的な原理から受動的な原理。そして人間は宇宙、地球って宇宙ですからね。宇宙へさあ帰りますよ。平安京を守る道合の祭りでは、教会心の一心として位置づけられていました。道合とは、道、街道で、教をもてなすという意味があり、これはつまり、都に入ってくる疫人、怨霊を道の途中でもてなして帰っていただくという発想です。八幡彦の神、八幡姫の神、船戸の神の三神を祭り、都や教場の中に災いをもたらす君や妖怪が入らぬよう防ぎ、守護を志願する神事。平安京における教場内の天皇在所である代理が大代理と呼ばれた。代理正面門跡北から見つかった輪法と訣は法輪とも呼ばれ、仏の教えの象徴、釈迦の説いた教え、法を車輪に例えて呼んだもの。法輪、輪法と訣は、釈迦が説いた八正道の別称、和とは古代インドでチャクラのことである。法輪には、船の舵輪のように
8本のスポークがあり、この8本は8方向に教えを広める悟りへの道イコール八正道を表す。最上、平安京を守る日愛の祭りは、神泉苑や都の路上、特に七条などで行われた。この平安京は、カバラ生命の木を表します。上が天で、下が地を表します。平安京は、上から1条2条と下へ降りていきます。それはディセンションと言います。ディセンションとは、下降、創造の流れ、神から物質へ光が降りてくる流れ。これからは、下から上へ、アセンション、上昇、帰還の流れ、物質から神へ、意識が昇る流れ。ヤコブのはしごは、魂の上昇経路です。アセンションは、下から1から9へと上昇していきます。平安京を守る、道愛の祭り、神泉苑の七条とは、カバラ生命の木の7の段階を表します。代理正面門、後北から見つかった臨法と決イコール法輪が見つかった場所はここになります。法輪、ダルマチャクラは、仏の教え、真理、ダルマが車輪のように迷いや煩悩を砕き、広まっていく様子を表します。ダルマは法、またチャクラは車輪、もしくは円盤型の武器を意味する。輪の中心から8本の線が広がる。善如竜王は害を加えない善流であり、空海が神泉苑で聖雨右教法の際に出現したという。八大竜王というのは五代三女のことであり、有名な日本三大祭りの一つ、京都の祇園祭りはそれを祀るお祭りなのです。八大竜王はまさに弥勒の世を開く八竜神。伝説に釈迦が八大竜王を海洋に封じ込め、ある時期まで待てと申し渡したという話がある。その時期とは、夜の世界が昼の世界に転換する時期までである。まさに今が昼の世界に転換する時期である。ひな祭りのひな壇に飾る2段目の三人官女と3段目の五人林である。ひな祭りのひな壇は7の世界までを表している。八王子神、八正神の母であるともされている。五段三女神とは、やはりセオリツ姫を消し去った代わりに生まれた神の名前でもあり、神仏が集合された際に、それは八王子となり、その王子を産んだ母は善如竜王とされた。八大竜王は大和のオロチが浄化された姿であり、また古事記には八たり乙女、すなわち五段三女神であると記されています。九頭竜は八大竜王の頭である。九大竜王というのが本当であるが、水の目金竜を隠したのである。乙姫の乙の字に野の字を加えれば九となるので、乙姫より上の竜神であることもわかる。心という字に野を入れれば筆という字になる。野は大元の神を表します。また、竜の一番上の竜神でもあるのだ。この九頭竜神は、白山姫、くくり姫、十一面観音菩薩であり、この花咲夜姫でもある。十一面観音菩薩は、河原生命の木を表し、十一面が11のセフィラと対応している。白山くくり姫の狼が、現実界でお働きになるときは、九頭竜神として現れると言われている。九頭竜とは、9の世界を意味している。ヤマタノオロチが7の世界で、八大竜王が8の世界。九頭竜イコール、この花咲夜姫が9の世界となる。カバラ生命の木で、1から7の世界は、メノラーで、サルタヒコオオカミと雨のうずめの御事イコール、ヤマタノオロチを表す。8の段階で、櫛稲田姫とスサノオノミコトが統合して
善と悪、陰と陽、女性性と男性性が統合して、ハヌキヤの中心のシャマーシュ、ウトゥ、サルタヒコオオカミ、イエス・キリストがハヌキヤの火を灯す。これが八重垣の歌。ヤグも立つ、出雲八重垣妻込みに、八重垣作るその八重垣をという歌の意味である。このヤグモの鉢は神の光を意味し、雲は神を覆い隠す煙を意味する。ヤグも立つ八つの煙を立てることであり、立てるとは炊事のかまどの煙を立てることから転じて、生活していくための糧を得て、生計を立てる、暮らしを立てることを意味します。火がついて燃え、煙が発生する様子を表します。例えば、焚き火やかまどの煙が上がっている状態などを指します。煙が立つ、煙がたなびくのように、空間的に煙が移動する様子を表す言葉も使われます。煙が立ち込める、口火を切る、合図が告げられる、スタートするを意味する。ヤグモとは天と地の間の8つの世界に雲がかかっている状態を表します。7の段階まではヤマタノオロチに支配されてしまっている。最後の8の世界が櫛稲田姫を表します。櫛稲田姫とスサノオノミコトとの統合でヤマタノオロチを退治した際、その尾の中から一振りの剣、雨の村雲の剣を発見しました。スサノオはこの剣をアマテラスオオカミに献上し、高天原に戻りました。雨の村雲の剣は天に群がる雲を払う剣という意味です。後にこの剣は天皇家の王子大和武尊に授けられました。東国平定の折、敵に草原へ誘い込まれ火を放たれた際、命はこの剣で草を投げ払い、風向きを操って火を逆流させて脱出しました。その功にちなみ、剣はこう呼ばれます。草薙の剣、草を薙いで難を逃れた剣。草を薙ぐとは、古語的な言い回しで、草を刈り払う、切り払うという意味です。そう、草という漢字は、2つの象形文字から成り立っています。草冠は、並んで生えた草の形を、葉は火と十字に分けられます。葉は火、太陽と人の頭の形で、頭上に太陽が昇ることを表しています。十字は体を表す。それは暗空十字を表し、新たな太陽が生まれる。草を薙ぐとは、草冠を薙ぐイコール切り倒す。草を薙いだら葉になる。今から3000年以上前の中国の甲骨文字。この文字は万の旧字、サソリをかたどった象形文字と考えられています。草冠プラス葉。草冠の草は草のことではなく、サソリのハサミを表していたのです。実はさは象形文字で、それが並んだ草冠は両手をかざしている状態になります。それを横にしたのが手辺と呼びます。本来は草冠は手辺だとも言われています。天秤座の天秤はサソリのハサミ。天秤座は初めはサソリの一部でした。サソリの爪と呼ばれるサソリの前足のハサミの部分だったのです。そのため現在でも天秤座の2つの天秤皿はサソリの前足の左右のハサミと同じ場所を示しており、完全に重なり合っているのです。天秤ばかりは英語でバランスといい、左右の天秤が釣り合うことで重さを測るものです。こうした天秤ばかりの特徴から、均等、公平、正義などを象徴するものとして古くから扱われてきました。草冠イコールサソリのハサミイコール両手をかざしている状態になります。実は竹は木ではありません。
竹は稲科、つまり巨大な草なのです。木のように太く、天に向かって伸びる。けれど、年輪はなく、内側は空洞。わずか1年で成長します。竹とは永遠を刻む存在ではなく、時が来れば役目を終える存在。草と竹冠は同じ意味を表す。草も竹冠も一時的な覆いで、その下にあるものが本質。草は枯れ、竹も朽ちる。草冠をただの飾りではなく、一時的な覆いや守りと捉えるその中にある文字こそが、いつか時が来た時に殻を破って現れる真実の姿である。竜の竹冠、大きな草が取れれば、そこには自由な竜が現れます。サソリ座の2つの爪は天秤へと変わりましたが、それは同時に頭上にいただく冠、王権、覚醒へと昇華されるプロセスでもあります。草冠は両手が出ている。草冠の下の文字はやがて時が来たら出るという意味がある。それは万歳で表される。正式な万歳三唱、特に日本万歳三唱連盟などが提唱する形では、手のひらを内側、自分の方向に向けるのが正しいとされています。これは万歳の時に太陽を掲げることを表している。それは陰と陽、月と太陽、善と悪、アルファとオメガ、阿吽の統合の時。2016年、リオデジャネイロオリンピック閉会式での2020年東京オリンピックへの引き継ぎセレモニーにおける PV で、スーパーマリオに扮した安倍晋三首相が巨大な土管から登場して、マリオの赤と青の衣装をまとって立ち上がった。安倍氏が手にしていた赤いボールを高く持ち上げると、それは日本の国旗の日の出のように赤く輝いた。この万歳は新たな太陽が生まれることを伝えているのではないでしょうか。安倍晋三内閣総理大臣が朝9時半、公務車に乗って国会議事堂を出発して腕時計を見た時の時計がオメガであった。阿波踊りにおける手を上げて踊る動作やリズムが草冠が取れる象徴、さらには草薙の剣が持つ浄化と秩序の力を間接的に示していると考えることができます。1800年続くと言われる阿波踊り。天照大神が雨の岩宿に隠れたとき、岩宿の前で踊った雨のうずめの御事が雨踊ったのが阿波踊りと言われている。鳴門阿波踊り、鳴る10、阿波で、あとは50音の始まり、あと終わり和を意味する。雨の岩宿にお隠れになった天照大神を誘い出すために、雨のうずめの御事が両手に笹を持ち、これをこすり合わせて楽器の代わりに踊ったところから日本の楽器の始まりと言われ、その名にちなみ笹連と名付けました。この笹は、遮る、境界、防御、の音は、息を鋭く歯の間から出す音であり、分断する、分ける、遮断するというエネルギーを持つとされます。先、境、作用、夜を分けるなどがその例です。は、幸、栄、実り。一方で、古語においては、神聖な生命力を指します。稲の霊をと呼び、それを植える時期をさつき、田植えをする女性を早乙女、収穫を幸と言います。邪気を遮ることによって、初めてその場が清められ、神の恵みである幸が満ちる。つまり、防御、遮断と繁栄幸は一つの事情の入り口と出口の関係にあるという教えです。女踊りは手を高く上げること。
何より一番大切なのは笑顔で踊ることです。両手は手のひらが内側に向くように高く上げ、指先を伸ばします。万歳が祝いの言葉として使われる場合、両手を上げること自体が天や神に向けた祈りの動作と解釈されます。両手を内側に向けることで、祈りや願いを手の中に込めるような意識を象徴しているとも考えられます。阿波踊りの歌にある 1×2×3 かけて仕掛けた踊りは止められぬ。5×6×7 かけてやっぱり踊りは止められぬ。あ、やっとさ、あ、やっとやっと。1×2×3 かけて仕掛けた踊りはやめられぬ。5×6×7 かけてやっぱり踊りはやめられぬ。お先のお方におまけなや。私は負けるの大嫌い。負けてお顔が立つものか。手を上げて足を運べば阿波踊り。やっとの音が耶稣を連想させることから、耶稣を象徴していると考えることができます。日本文化では、矢は特別な数字で無限や繁栄、完全性を表します。8は王を表す。王には、まさかりからできた成り立ちとは別に、3本の横線がそれぞれ天、地、人を指しており、その3つを突き通す縦の線、3つを束ねている存在が王であるという意味もあります。王冠は勝利の証であり、悪魔などの誘惑に負けずに人間としての己を完成させることができたことを意味します。ヨハネ黙示録にも次のような記述があります。もはや呪われるものは何もない。神と子羊との御座が都の中にあって、そのしもべたちは神に仕え、神のお顔を仰ぎ見る。また、彼らの顔には神の名がついている。もはや夜がない。神である主が彼らを照らされるので、彼らには灯火の光も太陽の光もいらない。彼らは永遠に王である。これは、天から降りてくる新しいエルサレムの様子が描かれたものですが、彼らは永遠に王であるとあります。人間として完成することができた者は、王として新しいエルサレムで暮らすことができ、そして、王を象徴するものは王冠です。ヨハネの黙示録22章3から4節。10は神、完成や調和を意味することから、耶稣はより強調された安全性や繁栄を示します。やっとさはご苦労様ですという意味があるそうです。そして耶稣は耶稣でイエス・キリストの名前でもあります。やっとさイコールやっとさは遮ることによって初めてその場所が清められ、神の恵みである幸が満ちたこと、イエス・キリストのよみがえりを祝う踊りなのではないでしょうか。このイザナギはゲブで、イザナミがヌトを表します。エジプト神話における天地創造の物語では、大地の神ゲブと天空の女神ヌトはもともと一体となって永遠に抱き合っていました。この状態では風が通れず、世界は閉ざされたままでした。そこで大気の神シュウがその間に割って入り、無理やりニシンを引き離しました。こうして天空と大地が分かれ、天地が創造されたと伝えられています。ゲブとヌトは本来は両性具有の神で一体の存在でしたが、分離されたことでヌトは夜空となり、体には星々が散りばめられるようになりました。ゲブという名は古代エジプト語で地球を意味し、まさに地そのものを神格化した存在とされています。この天と地の分離がイザナギとイザナミのコトドイコール9と10に戸を閉めることと同じ意味を表す。7月7日の夜、織姫様と彦星様が年に一度天の川を渡って出会う日、七夕伝説がある。この七夕の7月7日はカバラ生命の木の7の段階を表している。7月7日の夜には織姫と彦星が1年に一度天の川を渡って出会うという七夕伝説が語り継がれています。この七夕の日付である7月7日は
単なる暦の上の記念日ではなく、深い象徴性を秘めています。カバラの生命の木における第7の段階に対応するとされ、この7と7が表すのは、女性性と男性性、陰と陽、善と悪、太陽と月など、あらゆる二元性が存在する世界の構造です。これはまた、ひな祭りの七段飾りのように、人間が通過してきた霊的成長の段階を示すものと言われています。この二元性の時代は、行動12級における魚座の象徴的な時代にあたり、分離や対立、個と個の境界が強調されてきた時代です。しかし、7から8へと進むことは、そうした分離、分断の世界から統合と調和の世界へと移行する節目を意味しています。これから迎える水亀座の時代は、自由平等博愛といった価値観を基盤とし、個々の魂が目覚め、再び一つの大いなる意識へとつながっていくユニティ、統合の時代とされます。この7と7は、与物平坂を塞いだ石の八街神イコール猿田彦狼と雨のうずめの御事を表します。その形が猿田彦狼と雨のうずめの御事の2つのメノラーの7を表し、その統合で羽抜屋のことの寿の字となる。2つのメノラーと1つの羽抜屋によって表現されている。それが寿という文字になるのです。寿とは、祝うべきめでたい事柄、長生きをすることとあります。幸は幸で、さが逆になると、死です。イエス・キリストの本当の誕生日は5月5日です。5月5日は端午の節句です。馬はイエス・キリストの象徴であり、キリストは馬宿で誕生したと言われています。馬でもあり、5でもある。5月5日の端午の節句も、正しくは端午の節句であって、馬の誕生日の日。高根和則司著書、剣山と88箇所の結びでは、5は誤差の音、さでもあり、さの音は酒の別名笹に及ぶ、と記されている。端午の節句の端午とは、ターン語という意味で、5がターンつまり回転するを意味する。ターンで誤差がターンすると、地になり、幸となる。幸が合わさるとハートになります。これは合わせ鏡の引用統合、秘密の統合を意味する。5はローマ数字では V で表すゆえに V がターンすること、すなわち逆になるを示唆している。5月5日は V 月 V 日、端午イコールターン語、タン V、V プラス V、V プラス逆になり、合わせると X となり、もしくはダイヤとなる。5の故事がこの字であることをご存知の方は数少ない。故事の形は逆三角形と三角形の合一を表現したものです。5は5を中心ハートセンター。5は5キリストが世界の法則の中心。キリストを象徴する X はローマ数字では10であり、5月5日は足すと10。V 月 V 日のターン V、単語が X となる。この5の形はカバラ生命の木を表します。上の線が天を示す横線で、下の線が地を示す横線です。天地に作用する地、水、火、風、空の5大、五輪塔を示します。中間の X は55、笹を意味する。24はアルファベットで X であり、12月24日に謎解きの X を置いている。12は行動12星座を表し、水亀座から始まった星座が一周して13へ入るときに24の X が鍵となる。竹は12ヶ月で成長し、馬が12ヶ月で子供を産む。すなわち
12という数字を指している。12の数が1年であり、ユダヤ12支族であり、行動12星座でもある。馬は12の数であり、24の数字でもある。一方で、ギリシャ語では、X は22番目の文字であるので、このギリシャ語 X、22番目文字は、キー、カイと発音する。キーは鍵で、カイは徳を意味する。ジョーダン・マクスウェルは、12のことをこのように言っています。The 12 always represented the 12 houses of the zodiac. Both the Old and New Testament is nothing more than astrology or astrotheology. This is why the Bible has Jesus saying the prayer that we are to pray to God, our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Let thy kingdom come and thy will be done on earth as it is in heaven. You begin to look up the word kingdom, and it is a root word for zodiac. Is that let thy kingdom, the zodiological, astrological complication of the heavens, is the kingdom of God. And those 12 constellations direct the affairs of mankind on the earth. 天元経にはこのようなことが記されています。どんどん太鼓でねんねこよ。神がお守りをしてやるぞ。さあさと、おいで。竹の冠を取ってみよ。道は広いぞ、良いところ。天元経。サチアレとは、相手の未来や進む道に幸せや恵みがたくさん訪れますようにと願う祈りのこもった言葉です。